こんにちは、ハールです。今回はサコッシュ風ビーズバッグの作り方をご紹介します。ビーズバッグはこれまでにもいろいろなものを作ってきましたが、それらとはちょっと違った作り方で、かつ簡単に作れるように工夫してみました。ちょっと根気のいる作業にはなりますが、頑張って作ってみていただきたいと思います。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。アクリルビーズ 8mm 1431個。今回はパンダホールさんで購入したこのビーズを使いますが、お好みの色で作ってみてください。概要欄にショップのリンクを貼っておきます。テグス8号約45メートル。テグスは2メートルくらいにカットして使います。ぐるぐると癖がついてしまって使いにくい場合は熱湯にくぐらせて癖を取ってから使ってください。まずテグスにビーズを4つ通して、4つ目に通したビーズの中で左右のテグスを交差させます。テグスの両端を揃えてこのようにスライドさせて、テグスの真ん中に来るようにしてください。次に左右のテグスにビーズを1つずつ通します。そして新たなビーズ1つで交差します。これで2段目ができましたね。あとはこれを17回繰り返して19段目まで編んでいきます。19段目まで編み終えたところです。20段目です。右のテグスにビーズを2つ通して新たなビーズ1つで交差します。こうすると編む方向が変わりましたよね。これで1列目が終わって2列目を編む準備ができたわけです。2列目です。まず右のテグスにビーズを2つ通して新たなビーズ1つで交差します。これでまた編む方向が変わりましたよね。ここからはこのような向きで作っていきます。左のテグスで左上のビーズを1つ拾います。右のテグスにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。これをあと17回繰り返します。
17回繰り返すとこうなります。最後は左の手ぐすで左上のビーズを1つ拾って、さらにその手ぐすにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。これで2列目が編み終わって、また編む方向が変わりました。3列目です。左の手ぐすにビーズを2つ通して新たなビーズ1つで交差します。これでまた編む方向が変わりましたよね。今度はこのような向きで編んでいきます。右の手ぐすで右上のビーズを1つ拾って、左の手ぐすにビーズを1つ通して新たなビーズ1つで交差します。もうあとはこれの繰り返しです。このような要領で最後の段の一つ手前まで編んでいきます。この辺まで来ると手ぐすが短くなってきます。残りの手ぐすが15センチずつぐらいになってきたら、一旦手ぐすを処理します。まず1段編む時と同じように、右の手ぐすで右上のビーズを1つ拾います。そして左の手ぐすにビーズを2つ通して、今右の手ぐすが通っているビーズと同じビーズに通します。今回も手ぐすを結ばずに仕上げてみます。右の手ぐすは右方向へ、手ぐすの流れに沿ってビーズに通していきます。よく結ばないでほどけてこないんですかとご質問いただくんですが、これだけ何個もビーズに通していればほどけてこないんですよ。で、今回は太い手ぐすを使っていますので結びにくいですし、結び方が甘いとそちらの方がほどける原因になってしまうんですよね。もうこれ以上通せないくらい手ぐすが短くなったら、左側の手ぐすの始末をします。左側の手ぐすは左方向へ通していきます。手ぐすが通しにくいなと感じたら、先を斜めにカットしてみてください。少し通しやすくなると思います。
左側は端までの長さが短いので、端まで来たら下に向かって通していきます。まだテグスが余っているので右方向へ行きましょう。テグスがこのくらい短くなってきたらビーズの際でカットします。テグスを処理したら新たなテグス2メートルをこの2つのビーズに通して続きを編みます。そして途中でテグスを足しながら横に20段、縦に14段になるまで編み続けるとこのようになります。最後はテグスを処理する時と同じ方法で終わらせます。この場合、一番右端にテグスがありますので、両方のテグスを左方向へ通していきます。だいたい5、6段通してください。もう片方のテグスは同じところに何度も太いテグスを通すのは大変なので、先ほど通した段のもう一つ下の段を通すようにします。こちらも5、6段通せたら両方のテグスをカットします。これで横20段、縦14段のシート状のものができました。これと同じものをもう1枚作ってバッグの前と後ろになるようにつなげていくわけです。まずは横をつないで、それから底の部分、そしてまた横へとつないで最後にストラップを作ります。テグスにビーズを1つ通したら上から1段目の両端のビーズを1つずつ拾います。そして新たなビーズ1つで交差します。テグスの両端を揃えて
このようにスライドさせてテグスの真ん中に来るようにします。左右のテグスでそれぞれ両端のビーズを一つずつ拾って新たなビーズ一つで交差します。これを繰り返して一番下まで編んでいきます。はい、今このように上から下へと編んできたわけです。次はこのように折り曲げて底を編んでつなぎます。ビーズが向かい合うように揃えて、先ほどと同じ要領で両端のビーズを一つずつ拾って新たなビーズで交差しながら編んでいきます。今度は横の部分を下から上に向かって先ほどと同じように両端のビーズを一つずつ拾いながら編んでいきます。途中でテグスが短くなってしまった場合は5、6段編み戻ってからテグスをカットします。
そして新たなテグスを足して続きを編みます。はい、これでバッグ本体が出来上がりました。ここからひたすら8の字編みでストラップを作って反対側につなぎます。テグス本体から引き続き編んでしまって構いません。左右のテグスにそれぞれビーズを1つずつ通して新たなビーズ1つで交差します。これを全部で94段になるまでひたすら編んでいきます。で、ここでも途中でテグスが短くなってしまいます。そういう時は片方のテグスにビーズを3つ通して、今テグスが通っているビーズに反対側から通します。そして5、6段編み戻ります。新たなテグスで続きを編みます。はい、全部で94段編み終わったところです。この時点で残りのテグスの長さがそれぞれ20センチより短いようでしたら、一旦テグスを処理して新しいテグスでこの先の作業を行ってください。本体の反対側にこのストラップを取り付けるんですが、こんな風にクリップなどで編み終わりのところを挟んでおいて、しっかりとねじれを取るように伸ばします。ねじれていないことを確認したら、片方のテグスに新たなビーズを通してストラップを取り付ける位置にあるビーズに通します。反対側のテグスにもビーズを通して先ほどと同じ位置のビーズに通します。この時点でもう一度ねじれがないかどうか確認しておいてください。今ならまだ直せますからね。あとは本体の横のビーズに通してからテグスを処理します。何度もテグスを通しているので、ここまで来るとテグスが通しにくくなってきます。そんな時は針を刺してテグスが通る道を作ってみたり、テグスの先を斜めにカットしたりしてから通してみてください。5、6段でいいんですけど、テグスが結構残っていたので、私は一番下まで通してしまいました。そうしたらテグスをカットします。これでほぼ完成です。ここもテグスの処理をしていないのでやってしまいますね。
さあ仕上げに入りますよ。最後に補強のためにストラップを新しいテグスでもう一度編んでいきます。ストラップの付け根の一つ下の段にテグスを通してテグスの流れに沿って上まで持っていきます。冒頭でも言いましたが、こうやってテグスがくるくるしてしまって扱いにくいなと思ったら、熱湯に通して癖を取ってから使ってくださいね。ここまで来たら、あとはストラップをもう一度編んでいきます。で、ここでまたテグスが足りなくなった場合なんですが、2度編みの時は編み戻らなくていいので、テグスが通せるところまで通してからカットします。そして新たなテグスを通して続きを編みます。ストラップ部分を編み終えたら、本体の横の部分を5、6段編んでテグスを処理します。これでサコッシュ風ビーズバッグの完成です。いかがでしたか？今回はテグスの処理の仕方を詳しく説明させていただきました。そんなに難しいところはないと思いますが、どうでしょう。こちらは色違いバージョン。よく見るとファスナーのようなものが見えますよね。実はこのバッグ、100均のファスナーがついたケース B6 版がすっぽり入るようになっているんです。これなら雨の日でも使えますし、小さなものも安心して入れられますよね。夏に大活躍しそうなビーズバッグ、ぜひ作ってみてくださいね。